今悩んで苦しんで突き当たって落ちるところまで落ちて追求しなければいけない人間としての問題に彼が今いるっていうことなんですね。ペンネームオペラさん、女性からいただいた質問ですね。こんにちは。現在海外で働く29歳です。今回ご相談したいのは、世界観、宗教観、世界の捉え方の違いをどのように受け止め、共に生きていったらよいかという内容です。現在私はドイツ人の彼、25歳の彼とオーストリアに2年間一緒に住んでいます。私は26歳まで日本で過ごし、留学を経て、現在はオーストリアで働いています。彼とは偶然日本で出会い、留学先での交際を経て、現在一緒に暮らしています。彼は現在特定の宗教はないのですが、一神教です。つまり、この世は神が創造したものであるという考え方です。つい最近までユダヤ教の教えに影響を受けていました。ユダヤ教は 100% 真実であると信じ、ユダヤの教えを守ることが人生の目的のようになってしまったところがありました。この半年は価値観の違いにより喧嘩が絶えず、別れを考えたこともありました。例えば私の仕事は歌手で、教会で歌うこともたびたびあるのですが、ユダヤ教の教えだと、偶像崇拝は禁止なので、私に教会には行ってほしくないという考え方を持っていたり、物事の捉え方がすべて神の示した道と考えているように思います。ちなみにユダヤ教にはまり出したのは1年前。それまではほぼ宗教には無関心だったと言っています。ドイツ人なのでユダヤ人にはなれません。つい最近、突然彼が自分は間違っていた。ユダヤ教が 100% 真実とは考えられなくなってきていると言われ、ああ、やっと柔軟な考えになってくれたのかと思ったのですが、彼のこの世は神が創造したのかへの追求は相変わらず止まらず、いつまた何にはまってもおかしくない状況だと感じ、不安を覚えています。私はもちろんこの世のものがすべて目に見えるものだけで作られているとは思っていないし、神を否定する考えもないのですが、日本の仏教、神道、儒教などの教えを受け育ってきた私にとっては、とても極端な考え方に思えるのです。私は宗教や神の存在はあくまでこの世を豊かにするためのものだと考えているので、神の存在が真実であるかを突き止めることが本当に意味のあるのかと疑問を感じています。私が彼と話していて分かったのは、彼は自分の家庭に多少のコンプレックスはあり、両親は別居状態、父親と母親にはそれぞれ新しい恋人がいる。しかし、彼の父は会社を経営しており、彼もオーストリアで仕事をしつつ一緒に会社を手伝っている状態で、正しく生きたい、自分の生きている意味をはっきりさせたいという思いが強すぎてこうなってしまっている気がします。彼とはもちろん結婚を考えていますが、このような彼の考え方をどのように受け止めていったらよいのか悩んでいます。和尚様という立場から何かアドバイスいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。仏教の教えに生死即涅槃というものがあります。生死即涅槃。生死というのは生き死ににまつわる人間の迷いだと思ってください。そして涅槃というのは心の完全なる平安、つまり悟りのことなんですね。ですから生死即涅槃というのは迷いがそのまま悟りである、そのようなことを表しています。いつも一問一答でご質問を受けるときに、まず最初に
はっきりさせておかなければいけないのは、質問をくださった方の質問の中には、誰がその悩みを持っているのかということが一見質問からは分かりにくい場合があるんです。例えば今回のオペラさんの問題は彼の問題なんでしょうか、オペラさんの問題なんでしょうか。でこれは彼の抱えている問題であれば彼に対してアドバイスをしなければいけないし、オペラさんの抱えていらっしゃる問題であればオペラさんに答えなければいけない。で当然これはオペラさんの問題なので、彼をどうこうしようということに関しては私は言及しません。オペラさんの自分の心の中にあるその苦しさ、彼との付き合いづらさというものに対して届けばいいなということを感じています。オペラさんの問題は、迷いというものは問題ではないっていうこと、それをオペラさんが理解してほしいことなんですね。彼が迷ってる。で彼は迷ってるんです。で彼は分からないんです。自分はどうやって生きていったらいいのか、そしてどういう教えを信じたらいいのか、命とは何か、人生とは何か、どうやって生きることが正しいのか。オペラさんから見ていって彼が迷っている状態で、それがオペラさんに見えてるわけですよね。でこれがオペラさんに見えているということは、非常にオペラさんが賢い方なのでそれが見えていると思うんですけれども、彼が迷っているということは悪いことではない。そして最後の方ですね、ご質問の最後の方に、いろいろな宗教に対する信仰の話から、最後は彼は自分の家庭に多少のコンプレックスがあり、両親が別居状態で、父親と母親にそれぞれ新しい恋人がいる、うんぬんって書いてあります。人間が迷いを生じるときというのは、実はその迷っているそのことの裏にもっと別の大きなる不安とか迷いというものが横たわっているんですね。例えば誰かが、これは怒りも一緒なんですけど、誰かがカーッとなって怒っている時っていうのは、実は人間ってそのカーッとなって怒ったという発端になった原因って大したことないんですよ。でも実はその怒りの発端となった原因のもっと前に他の自分をイライラさせるとか不安定にさせるような出来事があって、そういうことが積み重なって怒りになっているということがあります。不安も一緒、迷いも一緒で、彼が宗教の問題に迷っているというのは、実は彼自身のもっと生活レベルに根ざした、そして生きるということを脅かすような不安というものを彼自身が持っているので、いろいろその答えというものを宗教に求めようとする。絶対的なるものを求めようとする。不安定がゆえにしっかりしたこれは正しいんだというものを求めようとするというところの迷いの中に彼自身がいる。でそのそばにいるというオペラさんが苦しいということなんですね。で処方箋は、オペラさんがもし彼と今後添い遂げようというつもりがあるのであれば、彼の迷いに寄り添ってあげてほしい。彼の迷いに寄り添ってあげてほしい。日本人的な考え方からすると、というか日本人的な考え方って断定しちゃいけないですね。けれども今の日本の風潮からすると、宗教の問題が別にいいじゃないかっていう感覚があるんですが、特に海外の人たちっていうのはやっぱり非常に純粋であったり、生き方に対してですね真面目であったり、宗教観というものに関して大きく日本人以上に揺らぐということが
やっぱりあって、で、非常に真摯に宗教というものに対して向き合っている方が、今の日本の人が表面的に宗教というものを感覚的に捉えているよりももっと根深いものがあります。で、それはお付き合いをしていく上で、国を越え、国境を越えてね、そして全然違った文化背景というものを超えて誰かとお付き合いをして結婚しようという人、国際結婚なんかの場合にはものすごく大きく起きます。それだけ実は宗教観とか世界観とか人間が生きるということの基本的な考え方、文化ということは私たちが想像する以上に大きいものなんですね。それはもうまさに今オペラさんはそこに突き当たってらっしゃる。ですからこれは宗教の問題っていうだけではなくてね、もっと深く根ざした全く違う人間と全く違う人間が結婚しようと。これは犬と猫が結婚しようとかね、なんか象とアリが結婚しようぐらい違うと思っていただいたらいいんです。で、そこに対して、今その一つの大きな象徴的な課題として、彼の宗教観というものに対してどう、彼の宗教観というよりも彼の人生の迷いです、言ってみれば。それに対してどうオペラさんが付き合っていくのかというオペラさんの悩みね。これはどうやったら解決するかということなんですけど、一つはその先言った、オペラさんが彼の悩みというものをひっくるめて、そこに彼と寄り添ってこれから添い遂げていくつもりがあるんであれば寄り添ってあげるということで、先ほど申し上げたように宗教に対して迷っているということはイコールもっと深い何教がとかね、ユダヤ教がとかって表面的にそうやっているようでいて、もっと深い自分の生き方とか自分のコアになる部分、核になる部分っていうものが彼自身の中で揺らいでるっていう証拠なんですね。でも彼自身の中の中心を大きく揺らがしている原因というのは、もうオペラさんも後半に先ほど質問書いてらっしゃったんですけど、やっぱり家庭の問題であったり親の問題なんです。はっきり申し上げます。神という存在は、神というなんかひげを生やして杖を持ったおじいさんがこの世の中に存在しているわけではありません。これは人間の深い深層心理の表れです。深層心理の不安の表れです。私たち人間が育ってくる過程で、人間ってそんなね強い生き物じゃないんですよ。育ってくる過程で小さき時はお父さんお母さんというものを絶対的な信頼、拠り所として頼りにしていくわけです。ところがある時期、親というものの今まで全てを受け止めてくれた。そうですよね。悪いことをしても失敗をしても何があっても受け止めてくれたというその両親の深い愛というものがね、成長する段階である時からパタッと社会人になって離れるわけです。それはもうずっと親の保護のもとに生きてるわけにいきませんから。それはあるいはまた子供から離れようとするという時期もあると思います。で、この時に、よく言われる話ですけれども、小さい時から親が子供にとっての心のね、絶対的な基地としてのあり方をしてらっしゃる人であれば、ある時期にね、そこを比較的安心して離れていくということができる。けれども、ご両親が、彼がある程度思春期の多感な時期から様々な、ご両親同士の中にある不安定さがゆえにですね、彼自身が絶対的な心の安心というものを両親に対して寄ることができなかった場合、この今まで全てを受け止めてくれたという両親の愛というものに成り代わって、取って代わって、人間というものは何か大いなる自分を守ってくれる絶対的な自分の能力とか自分の個としてのね、個性を超えた大いなるものっていうものにすがりたくなるんです。で、そこでできてきたものが神です。ですからその大いなるものにすがりたいという気持ち、これがおそらく彼自身のご両親の不安定さと
との間で揺れている彼のね、不安の一つの象徴として、彼は今、親からはもう大人になったので離れたい、独立心がある。でもその代わり何かにすがって生きていきたいっていう彼自身の、その、人間としての中心が揺らいでいるというものすごく大きな、彼にとってものすごく大きな迷いの中に彼がいるというところに、オペラさんが寄り添っていってあげてほしいと思うんです。で、具体的にどうしたらいいかっていうと、寄り添い方として、彼がね、興味を持ったことに対して、オペラさんも、根本的に興味が持てなくても、聞いてあげてほしいんです。あからさまにそれを否定するんではなくて。ね、彼がユダヤ教だって言い始めたら、ユダヤ教ってどういう教えなの？それってどういうあれなの？そういう、どういう歴史があるのって。で、最終的にそれはどういうふうにして私たちに幸せをもたらしてくれるんだろうっていうふうにですね、彼自身の宗教に対する問いというのは、彼自身の生き様に対しての問いであったり、これからどうやって生きていったらいいのかっていう、その人生の不安に対しての問いなんです。ですからそこに上手にですね、オペラさんがもっと高い視点で、そして広い心持ちになって、年下の彼ですよね。昔キャンディーズだったかな、年下の男の子っていう歌があるんですけれど、年下の男の子っていう彼なわけですから、そこへですね、男として自分も甘えられる存在でありたいっていうことと同時に、そういう彼と同時に、やはり迷いながら苦しみながら、何とかして自分がね、ちゃんと生きていきたいっていう彼の真摯な思いですよ。そこの思いに寄り添っていく。で、その寄り添い方というのは、彼自身の宗教観というのを否定せずに、いろんな質問をしてあげる。そして彼自身がいろいろね、あそこ行くな、ここへ行くな、教会で歌うなとか、いろんなことを言ってくる。その彼のいろんなことを自分に要求していることの背景にいつも彼の大いなる不安があるっていうことを見据えた上で、私は信仰があってそこへ歌いに行っているということではない。そこに仕事として歌いに行っている。私は私の歌を人に届けるということを歌手としての仕事にしているわけですから。ですから、それはそれで別にそこに行ったからそこの信仰にはまっているとかそういうことではないんだよ。いろんな不安を感じるかもしれないけれども、そこは安心して大丈夫だからっていうことを、例えば言ったりして、常に彼が何かを言うこと、常に彼が何かを求めていること、彼が迷っていることの裏に、彼自身の中心が揺らいでいるというものすごく大きな、彼の人生にとっても今後の人生にとっても、今悩んで苦しんで突き当たって落ちるところまで落ちて追求しなければいけない人間としての問題に彼が今いるっていうことなんですね。もうに突き当たっているということなんです。で、ここに人生の伴侶として今後添い遂げていくつもりがもしオペラさんにあるのであれば、寄り添ってあげるということ。で、これができるとね、私は彼自身を助けていくということももちろんそうなんですが、恋人として妻として将来の妻として助けていくということもそうなんですけれども、オペラさん自身の人生にとってもこれはすごく大きな課題として今後今向き合っておくべきことなのかなと思います。もしこれで将来結婚をしてね、子供ができていろんなことがまた起きて、そしていつか自分たちも中年の危機と言われるいろいろな人生の課題にいつか突き当たる時が来ます。人間ってみんなそうなんです。これが20代で来るのか30代で来るのか40代で来るのか50代で来るのか分かりませんけれども、どこかでこの自分の中心になる一つの考え方を迷いながら練っていく、迷いながら何とか見つけようとしていく。その答えが見つからないかもしれないけれども、そこの答えを見つけようとしてあがいていくということによって人間が少しずつ成長してくるということがあります。言葉で言うと簡単なようですけども、私も外国人の方々とのお付き合いというのは友達レベルでも当然ありますし、かつて外国の方と私も、こんなこと言っちゃあれですけどお付き合いしたこともあるので、ものすごくよくわかります。でもここをですね、
宗教の問題ではなくて、やっぱり自分の心の奥底にある不安定な人間の問題なんだっていうふうにして捉えてですね、彼に対して寄り添ってあげてほしい。彼の苦しみに対して寄り添ってあげてほしいっていうのが、私からの処方箋です。例え話なんですが、私も自分のプロフィールで書いて、今こんなところでお坊さん、仏教のねお坊さんとしてこうやってますけれども、私もですね、このお寺の環境で育って、それが当たり前になっていながら、宗教に関しても悩みました。そして私の場合は海外に行って教会にも行き、ブドウ酒を飲み、パンを食べ、イスラム教の集会にも参加をし、本当にいろいろな宗教の方々と言葉を交わし、そしてそこへ彼らの大事にしているものって何なんだろうかっていうことを研究者の立場としても、そして一人の信仰者の立場としても、両方から知りたいと思って、私の価値観っていうものが大きく揺らいでいるときにですね、いろいろな教会、いろいろな多宗派、宗派はね、違うところ、宗教が違うところっていうところに自分から飛び込んでいったっていう経験があります。で、そういった中で、ある一つの結論にやっぱり至ったんです。みんな最終的に自分が幸せに生きたい。で、そこに対して、全く違った環境と歴史文化背景の中で、全く違ったかに見える一つの形式、型っていうものを見出して、それを守っていくことによって自分の心の中に安心を得ようと、安心を得ようという試みをみんなしてるんだなということに行き当たりました。例えば私たちの、よく私も例え出すんですけれども、心の中、体を維持していくための栄養素ってありますよね。この栄養素の中にはビタミンとかなんかミネラルとかね、いろいろあったり、タンパク質とか、炭水化物とかあるんですけど、例えば炭水化物というものはドイツに行けばパンであったりジャガイモであったりするのかもしれませんね。インドに行けばナンであったり、日本に来ればお米であったりというふうにして、それぞれの環境、それぞれの文化、歴史の中で同じ炭水化物という栄養素を違った形でこう取り入れているということがありますよね。で、私たちはやはりボーダーを越えてね、国境を越えて今グローバル化で世界のいろんなところの人たちと対話をしたり、ましてやオペラさんのように結婚まで考えているということであればね、それは肌の色、言葉の壁、いろんなものを乗り越えていくという中に、やっぱりね、考え方、そして文化、そして宗教というものの壁を超えるというより理解しなければいけないっていう前提があって初めて一つの家庭を築くということに至ると思います。で、これは日本人同士結婚しても同じことなんですが、それ以上にそうやってね、海外の方とご結婚なさろうというオペラさんはよりはっきりとこの人間と人間の違いというものにこう突き当たると思うんです。でもだからこそこのはっきりと違う人間と人間の違う人間が一緒になって家庭を作っていこうというプロセスの中で起きてくるさまざまな衝突、そこへ向き合っていくことによって日本人が日本人同士で結婚するよりもより早く、そしてより深く違う人間同士が一緒にいるということの課題に突き当たり、でもそれを超えていくことによってより深い愛によってね、こう結びついていくことができるのではないかと思います。ドイツ人の彼と添い遂げるということを決めたのであれば、ぜひその彼にとっての今の人生の問題で、これはイコールオペラさんにとっての人生の問題に対して苦しいですけどね、辛いですけどね、しっかりと寄り添ってみてください。応援しています。